日本史承久の乱に、承久の乱で京都を目指した幕府軍の大将軍の北条泰時と時房は、瀬田宇治川の戦いで朝廷軍の大将軍藤原秀康と三浦胤義と対峙した。承久の乱の推移を詳しく見ていこう。1219年承久元年、後鳥羽上皇は源実朝が興行に暗殺されると、今こそ鎌倉幕府を叩くチャンスだと考えた。上皇は秘密裏に北条義時を追悼するための計画立案を藤原秀康に命じた。藤原秀康は畿内の武士で、北面武士や西面武士を歴任している強者であった。伊賀、河内、備前、能登など8カ国の国司を務め、冬並びなき者と称された人物である。秀康は鎌倉から来た三浦義村の弟三浦胤義を朝廷側に引き入れるのに成功している。1221年承久3年、後鳥羽上皇が北条義時追討の院宣を下すと、秀康は胤義と共に朝廷方の大将軍に任じられている。一方の幕府軍は鎌倉を進発すると、東海道、東山道、北陸道の三方に分かれて京都を目指した。吾妻鏡には幕府軍が19万人だと書かれているが、これは明らかに嘘である。実数は1万数千人だと考えられるが、その数を3つに分けて進軍した。東海道は北条泰時と時房が大将軍に、東山道は武田信光と結城朝光、北陸道は北条友時が大将軍として進んだ。1221年承久3年6月13日、東海道軍は瀬田宇治川に到着する。雨の中、泰時は宇治川へ、時房は瀬田へ兵を進めた。瀬田では朝廷軍の藤原秀康と三浦胤義が橋にかかる板を2軒以上引き剥がして待ち構えていた。季節は梅雨で、瀬田川は増水して濁流となっている。鎌倉の武士たちが残った橋の柱の部分を渡ろうとすると、朝廷軍は一斉に矢の雨を降らせた。次々に濁流に撃ち落とされる鎌倉武士たちを見て、時房は一旦攻撃を中止している。その頃、宇治川ではさらに激しい戦闘が繰り広げられていた。宇治の平等院に入った泰時だが、三浦安村が勝手に戦闘を始めてしまう。朝廷方の降るような矢の前に、幕府軍は総崩れとなり、泰時はその日の攻撃を中止させている。翌日、さらに増水した宇治川を前に、泰時は渡航する以外に勝ち目はないと決断する。春日貞行に浅瀬を探させて兵士たちを渡航させるが、10人中の2、3人が流されて命を落とした。北条泰時は敗北を覚悟して、長男の北条時氏を呼び寄せて次のように告げた。今となっては大将軍が死ぬべき時である。速やかに川を渡り、敵陣を攻めて命を捨てよ、と語った。無謀にも泰時は筏で渡航しようとしたため、側近の春日貞行が泰時の馬を隠して泰時の命を救ったという。結局宇治川の渡航で
多くの兵士が溺死した幕府軍だが、兵数が10倍という優位さは揺るがず、なんとか勝利を収めた。藤原秀康は三浦胤義と共に京都へ引き上げて御所で最後の決戦を試みようと考えた。ところが御所の門は閉じられたままで、後鳥羽上皇は秀康らを御所に入れなかった。上皇はさらに秀康や胤義らを見捨てて乱を引き起こした暴臣として逮捕の院宣を出したのである。三浦胤義は当時にこもり、藤原秀康は奈良へ逃れて潜伏した。当時にこもった胤義は兄の三浦義村が率いる軍と激しく戦うが、最後は自決している。藤原秀康はその年の10月に河内の国で捕らえられ、最後は哀れにも弟の秀純と共に京都で斬首されている。